안녕하세요.ガイドのヨンヨンです。去年玉ねぎがやっと辞任したし、その後もチュミヤがしつこく粘っていたんですが、チュミヤもやっと辞任を表明しました。ヨンミヤンは今裁判中だし、こうやって YouTube のネタがなくなることを心配してくださった共に民主党の方から、また歴代長官に負けないぐらいの新たなスターをデビューさせてくれました。銀太郎チャンス。まだまだじゃあるまいし、もういい加減これ以上出てこなくていいよ、金玉たち。僕が今回のユンソチョの停職処分を司法部が認めない可能性が高いと書いてきたらユンソチョは鬼に金棒のような状況になると言いましたが、さらにユンソチョの仕事がたくさん増えそうです。新たな不動産政策の失敗にもかかわらず、ずっと長官の席に座っていたキム・ヒョンミ長官、アパートがパンならという失言で結局クビになりました。それで新しく任命されることになった前土地住宅公社 LH 社長の方からピョンチャンフンが国土交通部長官候補者になりました。前の動画でも紹介しましたが、LH 公社匿名のコミュニティサイトの方から我々はこの人に散々やられたから今度は国土部の職員たちやられてみろ。このような人が長官になるなんて、やはりムン政権の長官の質はすごすぎるって言いながらからかってました。僕が思うには、彼が社長を務めていた LH と SH の社員たちが国民の力の方に結構情報を提供しているように見えます。この人も玉ねぎのように向いても出てきます。64年生まれ。64年ってことは経つ年ね。このピョンチャンウン問題をまとめてみると、まず1、彼が昔に言っていた失言が問題になっているんですが、この人がやってきた失言の内容をよく考えてみると、ムンサイナンと玉ねぎと考え方が一緒だということがわかります。2016年、ソウルのクイ駅の方で、ソウルメトロの下請けである職員が一人でスクリーンドアの整備をしていたところ、死亡する事件が発生しました。当時亡くなった金軍の年はわずか19歳でした。危ない仕事は下請けにやらせながらコスト削減のために安全規制を無視せざるを得ない環境を作ってしまった安全不干渉って言われているこの国の根本的な問題でした。でも当時ピョンチャンウン LH 社長はあの子さえちょっと気をつけてれば何の問題もなかったはずだと個人の責任に仕立て上げました。2、LH 社長時代、人体住宅関連会議の途中で、シェアハウスの入居者たちが朝食を一緒に食べれる方法で設計しているのを見て、彼は貧しい人たちが家でご飯を炊いて食べるでしょう。金を払って外食をするわけがない。だから朝食の場所など設計に入れる必要などないという趣旨の発言をしました。この発言が問題になると、韓国人の女性は知らない人と食事をしないとか、韓国の女性は化粧をしないと朝食事をしないとか、わけのわからない言い訳を並べています。玉ねぎとムンサイナンと同じ考え方なんです。俺たちはヤンバン、お前らは先民。ヤンバンは先民の死とライフには興味がない。そんなの知ったこっちゃない。3、2番と似ているんですが、公営住宅に住む人たちは車もないだろうから駐車場を設計に入れる必要もないという発言をしました。4、国民の荷物や国民の力、関係者が入手した文書によりますと、2017年、また SH 社長に再任された時、職員たちは1500人の SH 人が一丸になって高級すると、ピョン公社は会議のテーブルに置かれている2、3万ウォンのお弁当がまずいと文句を言ったそうです。コーヒーとかも有名ブランドのコーヒーじゃない。お菓子もカンナムお菓子じゃないとイライラしながら部下に当たったそうです。この人も自分の魂までかき集めてソウルでアパートを買って、そのアパートが値上がりしたおかげで今こうやって調子に乗ってるんですよね。今韓国の基準でもそんなにお金持ちでもない人なのに、やっぱり成金の方が見栄を張ったり金の自慢をしたいんですよね。っていうか、カンナムお菓子って何？ 5、この文書によりますと、このピョン社長が就任してから三大石兵が存在するようになったと書いてあります。
知人に仕事を与える赤兵、知人採用の不正の赤兵、ホワイトリストとブラックリストの赤兵、あと何の成果もない校舎を蝕んで私欲を肥やすための見慣れない業務と指示で社員たちは病んでいくし、うつまで吐露してるそうです。6、最近の動画でも紹介した指導者の訪問書のために実際入居者たちが住んでいる部屋と全く違う部屋を作り上げるのに国民の税金を4億5000万ウォンも使ったことなんです。この公営住宅、今韓国でチョンセだとか家賃だとか不動産物件がもう全くなくなってしまった今も1640世帯の中で 25% が今でも空室だそうです。あまりにも交通の便が悪いところにあって指導者が訪問したところとは全く違うインテリアになっているからです。7、この方も一応ソウル大学の経済学部を卒業しているんですが、普通ソウル大学の経済学部を卒業したなら、残りのエリートコースはアメリカに留学することなんですが、この方意外にソウル大学環境大学院に進学します。ソウル大学院の環境大学院と共生大学院は学部がないです。つまりこれがどういう意味かっていうと、ソウル大学を卒業していない他の大学を卒業した人だとか、社会人がソウル大学院の学歴が必要な時に通う大学院だっていうことです。この人がソウル大学院環境大学院に進学した理由は2つに推定できます。ソウル大学を行ったこともない僕が言うのもあれなんですが、ソウル大学の経済学部の中で成績が良くなかった。確実に 3.0 の下だったんじゃないかなと思います。ソウル大学に入学してから一生懸命お勉強していなかった。あともう一つ考えられることは、わざとソウル大学院環境大学院を選んだ。さっきも言いましたが、お金はあるけど学歴が必要な人たちが来るところだから、そこで人脈を作って、自分はソウル大学を卒業してある程度未来が保証されてるから、このように校舎の社長とかになった場合、人事を使って金儲けをしようとする計画がすでにあの時からあった。僕が記事をもっと探してちゃんと読んでみたところ、やはり僕の勘が当たりました。わざわざ外から外部人事で SH の後衛職に採用した前例がないにもかかわらず、天下り人事をしようとして問題になったし、2014年から2017年の間、採用された1級以上の後衛職の中で4人がソウル大学院環境大学院の同門でした。8、普段人が生活や仕事に追われると交通違反の罰金とか忘れてしまって滞納することもあります。そういうふうに100歩譲ったとしても、この人、駐車違反の罰金を3回滞納、自動車税滞納4回、環境改善負担金を4回滞納、それで車が差し押さえになったこともあるそうです。この人、国土交通部の長官の候補者です。このような人にもかかわらず、ムン・サイナンは野党の同意なしで任命する26番目の長官になるんじゃないかなという記事が多いです。個人的には、ぜひ任命してほしいです。金太郎チャンス。まだまだ。玉ねぎを超えるピョンチャンがこのぐらいで終わると寂しいでしょう。反日と反米を訴えている一人の政治家たちが、日本とアメリカにはたくさん留学を行かせています。僕の再生リスト、玉ねぎニュースにも紹介したことがあるイム・ジョンソクとかも、娘をアメリカに留学行かせて、娘の問題が大きくなると、政界に戻ろうとしても気を使って戻ってくれないようです。日本のプライデーでも紹介されたことがあるムンサイナン家族の日本サラン。1年間お寿司だけで6000万ウォンから7000万ウォンを使うムンサイナン。そして日本の文化を愛しすぎてツイッターにもアップロードしてしまった。これが間違いなのかハッキングなのか未だに解明していません。本人が直接ツイッターをアップロードしているとコミンジャンがコミンもせずに言ってしまったんですが、本当に日本が大好きなようです。いつも庶民コスプレをしながらパク大統領が2万ウォンのお弁当を食べたとあんな騒ぎをしたくせに、食いしん坊ムンサイナンはウェスティン朝鮮の10万ウォンのお弁当を
っついて食ってる。娘が国士舘を卒業したのは、もう全国民が知っている常識です。バカ息子はエヴァンゲリオンのオタクだそうです。エヴァンゲリオンがなければ今の自分がないという話をしたことがあるんですが、ちなみにアスカとレイ、どっち？嫁も茶道教室である裏千家に通ってたそうです。本題に戻って、新しい玉ねぎ男、ピョンチャンウムの娘はアメリカのコネチカット州にあるイェール大学で学士、イリノイ州にあるシカゴ大学院で博士を取得しました。イェール大学に入るときに、またソウル市ヨンサン区にある国立中央博物館でインカ文明展示会でスペイン語と英語なので資料翻訳などをしながらインターンシップをやったとまた経歴を捏造したことです。国立中央博物館の方は今まで高校生などインターンシップとかで採用したことはないそうです。この一人の人たちはパラサイトが日常のようです。罪悪感がない。娘も自分がイェール大学に入れたノウハウを堂々と動画までアップロードして自慢してました。玉ねぎ親子とやってることがそっくりですよね。この娘の留学費の出所を追求すると、アメリカの私立大学と大学院9年間通ったにもかかわらず、なぜか7年に縮小し、しかも学費も7年間2億ウォンしかかからなかったと言ってるんですね。イェール大学は寮に入ったとしても年間学費が7万5000ドルのところです。シカゴ大学院はイェール大学よりも学費が高いことで有名なところです。話にならない言い訳だし、ヤンバンの娘が寮なんかに入るわけないでしょう。金太郎チャンスはまだまだ続く。最後まで見てくださりありがとうございました。また他のニュースでお会いしましょう。